チャンネル登録よろしくお願いします。ね。はい。こんにちは。柴崎です。お元気ですか？はい。ねえ。柴崎のうちの周り結構あったかいところなんですけど、それでももう氷が張ったりしますね。すっかりもう冬になっちゃいました。さあ、あなたも元気でね、お過ごしになってるといいな。またね、今日も柴崎が独断であなたの作品を見てお直しするコーナーの始まりです。はい。さあ、今日ね、ラッキーに柴崎と会えるあなたの作品、どれかね、抽選しますよ。はい。大当たり。ね。ラッキーなあなたです。行ってみます。入ってるな。もう100点以上入ってるからね。カチャ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 。いきます。はい。21番。じゃあちょっとパソコンで調べてみるね。はい。ありました。ありました。これです。ねえ。滝ですね。スコーカフの滝。30代の日本の男性の方ですね。アイスランドの滝です。いいですね。アイスランドってなかなか行く機会ないと思うんですけどね。柴崎も行ってみました。真冬に。すごかったです。もう見上げたらね、オーロラ。すごかったなねえ、若かったらもう一回行きたいくらいです。ね、そのアイスランドの滝の風景です。さあ、ではこの絵のね、どこがとても良くて、ここちょっとどうしたらこうなるよというね、アドバイスを含めて、柴崎なりに見てみたいと思います。はい。この作品ですね。ねえ、素晴らしいね。アイスランドのスコガフォスの滝というね、タイトルですね。アイスランドは本当に氷河があって滝が多いんですよね。そして、いかにもアイスランドらしくて、樹木がほとんどないですよね。もう岩ばっかりっていう、そこにもう非常に力強くね、氷河からの滝が流れ落ちてるという感じです。この絵の一番いいところは、この色の重ね塗り、そして複雑な岩の色を作ってる。ね。画面の上で非常に複雑な色を作ってるんですよね。これとってもいいところです。そして、もちろん滝の表現もうまくいってます。それからあとは、ここの部分を広く撮ってるってことですね。だから、この滝がとっても遠くにずーっと行くと滝があるんだよっていう感じが伝わってきます。ね。この3つですね。これ岩の色の重ねて作ったこの岩の色。そしてもちろん滝の表現。そして、ここが広くてずーっと遠くまで行くと滝が見えるという、その空間のこの構図的な表現ですね。この3つが大変いいです。はい。では、あと柴崎はね、どこを直すか。そうですね。もうこの滝がもう少し強調できるようにするためにね、まだ少しこことここ明るさがね、似てるんですね。だから、こことここをもう少し暗くして滝を強調してみたいなと思ってます。そして、さらにここの表現をもうちょっと手を加えてね、これが手前にありますよ。だから、ずーっと遠くまで行ってますというね、この距離感をもう少し強調してみたいかなと思ってますよ。はい。では、早速やってみましょうね。はい。まずですね、見えるかな。この絵ですね。こうなって、ここに滝を描いてあるんですよね。で、ここを広く撮ってる。ね。もうこの、全体のこの配置ですね。これはもう
非常によくできています。ね。やっぱり画面の中で何をどこに置くかっていうのが一番大事ですからね。もうこれは本当にすごいです。よくできてるんですね。では、このように取って、ちょっとこんなになってるのかな。ここがこうなってんだ。こうちょっとへこんで、ねえ、柴崎もアイスランド行って、もう非常に、ね、貴重な経験しました。もうボルケーノってね、小さい火山がたくさんあるんですよね。で、ここがこう、煙が立ってたかな。こうなって、こっちこう切って、そしてここがこう広くですね、なんかこうやって作ってくれてるんだよね。こんな風になってるか。こんな感じだね。うん。はい。そして、ここの岩の色の重ね方も素晴らしいね。ここがハードに描く。ここはソフトに描いてね。こう空間を作ってるんですよね。こういうとこも明るくして空間を作ってます。うまいね。絵がね。うん。とってもいいです。さて、それでは、まず滝ね。滝を筆を割ってこうちょっと描いてるよね。こういうとこがテクニック的にも大変優れてると思います。そうね。少し、このくらいいらっしゃるかな。こうやって筆を割って、ちょっとこう描いてるんだよね。こんな感じで描いてるのかな。そして、岩が透けて見える感じにしている。では、上ってこうちょっと入ってるんだよね。こういうところの色の入れ方も大変上手ですね。こうでしょうか。で、これいいですね。色をたくさん重ねてるんだ。最初はなんかブルー系の色なんかもこう入ってんね、見ると。色を重ねて色を作るっていうね。うん。こっちはぼんやり描いてんだよね。こっちはぼんやり描いている。ね、こんな風に描いてんだよね。これが少し乾いてから色重ねる。そして、さっきも言ったように、この滝が明るく見えるために、ここもう少し暗くした方がいいかなと思うんですよね。ここが柴崎の改良点です。こんな色ですね。それで、こうやって、滝の形を、もう少し目立たせてますね。よいしょ。そうすると、こう暗くなったから、こう滝がね、はっきり見えてきます。これで色を加えましょうね。ね。はい。少し絵をドラマチックにしようかな。こういうのですね。だから、滝がしっかり見えてきたでしょ。それで、じゃあもうちょっと後にしようかな。じゃあこっちですね。手前の方。手前を明るく描いてるんですよね。こう描いてる。で、なんか色が入ってる。うん。ここもこんな色でやってる。こうかな？なんかこんな雰囲気だね。こんな雰囲気だ。こんななってんだね。もちろんこっちもちょっとこうなってんだけど。そして、この岩はもう少しブルー系の方がいいかな。ね、遠くに見えるようにするために、少し暖かいすぎるので、もう少しクールカラーに置き換えて、このくらいかな。色が似てる。ちょっとアンバにしようか。こんな感じ。ですね。で、こうなってんだ。うん。ですね。はい。さあ、それでは、ここですね。オーカーのような色を入れて、すごく色の重ね方は上手ね。こうなっ
で、アンバー系の色を、こう乗っけてるんだ。こうだよね。うん。ほら、こういう関係すると、ここがすごく目立ってきたねえ、どうかな。それで、こうだよね。こうなってんだ。まあ、こっちも、こうですよね。こういいね。こっちとこっち明るさ変化つけたなんか素晴らしいね。こうなってんだ。うん。なんか色変化つけてるね。こんなやって。こうかな。で、こうやってきて、あと、こう、空気の感じを出すために、こう濡れた筆で、この辺のこう絵の具を少し取ったりね。こうやって、ぼかしてみたりしてるんだよね。それが、すごくいいところですね。うん。もうちょっと、こうやりますか。タタ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 。こんな感じ。ね。ここら辺が、もうちょっと暗く書いてる。よく見ると、非常にこう、しっかりと観察して書いてんだね。こう少し凹凸したり、こうやっちゃってこう曲がったり、なんかそんな感じも書いてるんだな。こうだね。ここも重ねて。ね。こうか。うん。こんな感じかな？いいですかね。かな？はい。ただまた、ここの滝ね。この周囲を少しこうぼかしてあげて、水がバーッとこう起こってる感じですね。ハードにしたりソフトにしたりしてね。これもう少しこうぼかそうか。こうか。ここでね、ちょっとお知らせです。柴崎はね、チャンネルメンバーシップをやっております。メンバーにね、なっていただきますと、柴崎の作品のね、データを、ダウンロードできたりね。また、少人数のね、ライブ配信に参加できたり。もう、特典盛りだくさんです。ご興味ある方はね、メンバーになるというね、ボタンをクリックしてみてください。で、ここなんですけど、そうですね、何かもう少し近くだよって感じでね、小さい石とか、なんか、例えばこうやって、何かちょっとここら辺の材質感を描くと、もっとこれが近くに見えてきて、こっちが遠くに見えるだろうっていうね、いうのがまあ柴崎の提案なんですけど、何かもう少しこう近くをいじってみる。ね。例えばこんなことしたりして、まあ何でもいいんですね。例えばこんな風なもので、こうやって、こう、例えばこうやって小さい石みたいなのを描いてみたりね。何かこれのこう材質感ですね。で、例えばこんなの叩いてみたりでもいいんですよ。こうやって、ちゃん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 。だんだん多くいったら単純化ですね。こうやってあげると、こっちが近くに来て、もっと遠くっていうふうにね、こう見た人がこう感じられるかもわかんない。そういう
遠い近いの表現ですね。どうかな、こうやって、向こうまで。で、そして、この滝を目立たせるっていうわけですね。ね、ここ、そうですね、どっちにしたらいいかな。どこからかここを目立たしたいんですよね。はい。それは、だから、滝が明るいので、その周囲の空をもっと暗くして、ここの形ですね。ここの形。この形を、ね、目立つように。だからこれ、空を暗くですね。岩は、ここもですね。岩の色。ね。岩の色いいですね。それから、あとね、これが目をダッと、こうやって行くようにするために、手前を少しですね、細かく。はい。以上です。はい。ね。柴崎いろいろなこと言っていただいたでしょ？参考になりましたか？ね。でも、基本的にとっても素晴らしいですね。結構、シンプルに書いてるんですけどね、基本的なものをしっかり押さえて書いてるところが素晴らしいなと思いました。もうこれからも、どんどん絵を描いてね、もっと上手くなってください。さあ、ということで、ねえ、それなら私の絵もちょっと送って、柴崎を困らせてあげようかな、と思ってるあなた、待ってますよ。応募方法はね、この動画の紹介欄の応募 URL ね、そこに貼っておきますので、そこからね、お願いします。でもぜひ、オリジナル作品、それでね、アナログで、今デジタルやってないので、アナログで、しかも一人一点という条件ですよ。待ってます。今回の動画の評価は、この動画の一番最後に発表したいと思います。さあ、どうでしたか？楽しかった？よかったよかった。ね。さあ、また次回、あなたとね、お会いしたいと思います。今回も長い時間ね、見てくれて本当にありがとうね。はい。それではまた。ありがとう。